やっぱこういう商売って自分のライフスタイルとか家族のことを考えた時にみんなが喜べるスタイルでないとやってる意味ないかなと思って、仕事のための休みにしちゃう人は日本人は多いと思うんですけど、僕は休みのために仕事してるところはあるので、休みは全力で楽しみたいと思っています。勝優也です。大田橋バルアウェイテッドというお店をやってます。基本的にワインに合うつまみがメインなんですけど、お店をやるならスペインのバルスタイルのような地域に根付いたお店をやろうと思って今のお店の形になりました。とにかくスペインのバル賑やかで手軽で、地域ごとにその人その人こうお気に入りの店を持ってる。でそういうやっぱ地元の人にフラッと立ち寄ってもらえるようなお店がやりたくて、アルコールもある業態にしようと思いました。入りづらいですけど、でも気持ち的にはこうやって両手を広げて待ってるような気分ではいます。いつも入ってきてくれるお客さんはここに来てよかったと思ってもらえる時間を作ってもらえたらいいなと思ってます。ほっとするような、寒い時にあったかいものがお腹空いてる時にこうがっつり食べれるものだったりとか、当たり前に提供できるようにしたいと思ってるんですけど、僕とそのお客さんをつなぐアイテムであり、お客さんにとってはその時間空間を楽しむためのアイテムであり、お客さん同士のその会話の中心にあるものがそのお皿の中のものだと思うので、コミュニケーションツールですかね、重要なものだとは思います。そういう意味では。ウーバーとかやってるんですけど、ウーバーって文字でしかお客さんの情報がないんですよね。それよりもやっぱ来てくれたお客さんとのコミュニケーションがないとあんまりやってる意味ないなと思って、顔が見たいです。皆さんお客さんの顔が見たいです。昼間キッチンカーもやってて、そちらではローストビーフとカレーをメインにしていてですね、3年前くらいなんですけど、最終目標はフェスに出たいっていうお祭り好きなんで、そういうイベントにも出店できるくらいの商品力と経験値を積んで向かっていきたいなと思うんですけど。知ってる人しか来ないまあいい時もあれば悪い時もあるよね。これは今日終わったぞ単純にお客さんの顔が見えなくなったってのが一番残念なことではあるんですけど、キッチンカーでもテレワークが進んで都心から人がいなくなったりとか、じゃあどこで売ったらいいんだろうと思うくらい人が減っちゃうこともあったんですけど、でもなんかそれでも週に1回出勤するんならこのキッチンカーが来る日に出勤しようと思うっていう声をいただくと、やっぱ来てよかったなと思うね。もともとカフェがやりたくて、製菓の専門学校のために東京に出てきました。和菓子、洋菓子、パンを1年目でやって、2年目で洋菓子専門でやりました。単純に甘いものが好きで作るのも好きだし、食べてもらうのも好きで、空間を自分で作ることに憧れがあったというか、いつかは自分の空間を作りたいなと。自分のライフスタイルはどんな感じかって言われたら、もうとにかく楽しみたいっていう気持ちが強いので、時間があったら楽しいことをしたいっていう気持ちが強いので、仕事前にサーフィン行ったりとかもするんですけど体力お化けってよく言われます。ただそれはもう遊びに関してだけど、仕事のための休みに
しちゃう人が日本人は多いと思うんですけど、僕は休みのために仕事しているところはあるので、休みは全力で楽しみたいと思ってます。うち実家が岐阜県で海がないところなので、海に対する憧れがすごくて、いつかやってみたいと思ってきっかけがなくてなかなか。でもその時働いてたお店の常連さんと、体験で一回行ってみようっていう、一回行ったらドハマりしちゃって可能な限り行くようにしてますね。最初はもう車もなくて道具も持ってなかったんですけど、湘南まで通ってサーフスクールに行ってサーフボードとか道具を揃えて、レンタカーで行くようになったりとかして、で、キッチンカーを始めて、でそのキッチンカーでまたサーフィンっていう公私混同なんですけど空っぽにできるんですよ、頭の中ね。本当にそのことだけ考えて、スピード感みたいな、できないことができた時の達成感とか、空見て綺麗だなとか、今日は風が強いなとか、海が透き通ってるなみたいなのをやっぱ五感で感じるというか、そういう当たり前のことじゃないですか、本当は。多分都心にいたらそういうのってなかなか感じないなと思って。海にいたら夕日が沈むのを見れるじゃないですか。東京の都心にいて夕日が沈むのってすごい高いところにいらないと見れないんですよ。そういうのをたまにはした方がいいと思いませんだから行くようなとこあります。お疲れ様でしたライフスタイルと仕事で言ったら、本当仕事はきっちりやんなきゃいけないって分かってはいるんですけど、本当に遊びの延長線でやってるように思われがちですけど、ちゃんとそこは家族のために、地域のために、お店のためにっていうことは思ってますからやっぱこういう商売って自分のライフスタイルとか、あとは家族のことを考えた時に、みんなが喜べるスタイルでないとやってる意味ないかなと思って、一番最優先は家族ですね。子供2人いますし、奥さん保育園のお迎えが行けない時はもう仕事中でも行きますし、その迎えに行ってお店で見てて、でそこに奥さんが迎えに来るっていうようなことも、それはお客さんいてもそれを、本当は良くないのかもしれないですけど、これがうちのスタイルだと思ってもらえればちょっと初対地道なんですけど、でもやっぱり家族の支えがあってやってるんで、そこは理解してもらう努力をします皆さんに。今まで時間って自分のためのものだったんですけど、全部がやっぱ家族のために使う時間が作りたいと思えるんですよね。本当こんな言い方はダメなんでしょうけど、コロナがありがたかったというと、家族で過ごす時間がすごく増えたので、子供と一緒に風呂入ったり寝たりするってことは、多分飲食店で働いてて今まで絶対不可能だと思ってたことだったので、それを経験すると、なんとかそういう時間を増やして子供の記憶に残る父親ではいたいなと思いますね。今この生活が当たり前のように過ごしてますけど、当たり前じゃないってことを、昨今の戦争もそうですけど、コロナもしかり、感謝を忘れないで、食べ物一つ、挨拶一つちゃんとできるように生きてほしいなとは思います。今の夢は海の近くでやっぱりカフェをやって、一日一組ゲストで泊めたい、ファミリーでもてなせるような、そういうお店を作ってみたいなっていう気持ちがありますよかった。なんか俺途中で
何言ってんだろうと自分で思いながら緊張しちゃって。どう後藤君笑いこらえてたでしょ